皆さんこんにちは。これからメキシコ空港に向かいます。ただいまの時間は早朝の5時。飛ぶ鳥跡を濁さず完璧にきれいにして部屋を出ます。チェックアウトをしてこれからタクシーで空港に向かいます。時間ぴったりにお迎えタクシーが来ました。メキシコの方、本当に皆さん親切でした。とても名残惜しいです。さすがに早朝の中心地は静かです。こちらのメキシコの中心地から空港までは車でだいたい30分ぐらいとのことでした。ターミナル 1? Terminal 1? Yeah. 大変安全運転でした。あっという間に空港に到着です。昼はわからなかったですが、ド派手なカラフルな照明です。安全運転ながらもぶっ飛ばしてくれて30分のところ15分で着きました。マジ神。タクシー代は270ペソ、日本円で約2300円ぐらいでした。めちゃくちゃ早く着いたので300ペソをお渡ししました。今回乗る飛行機はターキッシュエアラインです。なぜか事前の座席指定ができませんでした。荷物の重さは18キロ、意外と軽かったです。Your flight only to Istanbul? Your ticket to Istanbul only? On business? Yeah. Baggage through Istanbul. Yes. Yeah. あのですね、直行便を取ったつもりがなぜか経由便に変更になってまして、一 Ground lounge. 回 Yeah. カンクンまで飛びます。 This is backpack to Istanbul? Yeah. Your boarding pass Yeah. from Mexico to Istanbul? Yeah. Gate 23? Yeah. I wait for you 8 a.m. Yeah. Please. Thank Something you. else? Okay. I finished. Yeah. Gracias. My pleasure. Bye. Bye. もうほんと最後の最後まで親切で笑顔の可愛い人ばかり。メキシコ大好き。ということで、この間と同じ入り口、国内線国際線と同じ入り口から入ります。ここから地獄の1時間が始まります。イミグレーションで出国審査受けてないことに今更気づきました。手の空いている職員さんに Google 翻訳で尋ねましたが、ノープロブレムばかり。空港内を焦って右往左往します。半泣き状態の私を小さいカウンターに案内してくれます。イミグレーションで出国審査を受けてないので、私は出国したことにならないのではと思い、とても不安でしたが、どうやらメキシコは出国審査はないらしいのです。すごい焦りました。ちゃんと地球の歩き方を読んでいれば、こんな怖い1時間を過ごすこともなかった。私のバカ。ということで、安心したところでラウンジにやってまいりました。朝食メニューの感じです。謎のゼリーやペラペラのフルーツ、ヨーグルト、ペラペラのフルーツとカフェオレをいただきました。オーダーで温かい料理がいただけます。膝の上に乗せるテーブルみたいなのが一緒に来ました。私の注文の仕方が悪く、相変わらずオーダーしたものと違うものが届きました。トルティーヤチップスにスクランブルエッグ、粉チーズに謎のソースがかかっているお酒に合いそうな濃いめの味でした。美味しかったです。ゼリーもいただきました。なんとか時間通りに飛びそうです。優先搭乗が始まりました。Viaje no nos revisarán hasta su llegada a Turquía. Good morning, passengers. Please have your passport open in the departure area. Hoy 乗り込みのところで大渋滞しています。
トルコ航空に乗るのは初めてで楽しみにしていました。今回の座席は A の1番。窓際のソロシートです。落ち着いた色のシートは高級感が漂います。なんだかケース入りのすごそうなヘッドホンがあります。そしてこちらにコンセント。そしてブランケット。大きいモニターにスリッパ。リモコンは最新式。身だしなみ用の鏡があります。そしてこれがすごいの、扉が閉まってなおかつ鍵がかかります。ウェルカムドリンクいただきました。アルコールではなくなんかのジュースです。読書灯などはこちらで操作します。アメニティはピンクのフェラガモのポーチでした。それでは中身を見てみましょう。真っ赤っかの靴下と真っ赤っかのアイマスク、化粧水にリップ、コルゲートの歯磨き粉、そして紙ゴムとこの赤いのは耳栓なのかな、耳栓でした。最後に歯ブラシです。それではヘッドホンを見てみましょう。あら、立派なすごく良さそうなヘッドホンです。エンターテインメントもかなり豊富でした。そんなこんなでやっと出発です。出発前は一切トイレは使わせてもらえず、ベルトサインが消えるまで約1時間ぐらいトイレを我慢しました。マジで地獄でした。ほどなくして朝食が届きました。早朝ですがアルコールをやってしまおうと思います。祝杯。チキンのサンドイッチです。プチケーキもついています。トマトが入っているので爽やかです。テーブルはモニターの下から出てきます。広げるとこんな感じ。リラックス。もうそろそろカンクンに到着です。カンクンまでは約2時間のフライトでした。イスタンブールまで乗る人は機内で待機です。待機の間に軽く機内の清掃が入ります。私を含め待機の人はとても暇そうでした。約2時間後にカンクンを出発しました。本当にメキシコアディオス。ここからはノンストップでイスタンブールまでひとっ飛びです。ベルトサインが消えて機内レストランのスタートです。それではシャンパンで乾杯。おつまみナッツも美味しい。オリーブオイルにバターに塩コショウ、パンが配られます。塩コショウの容器がモスクの形をしていてとても可愛いです。パンが鉄のように硬いです。やっとこ切れてホイップバターでいただきます。
こんな可愛いテーブルランプもありました。素敵です。ターキッシュエアラインはワゴンでサーブされるようです。素敵。一番前の席ですと一番にサーブされますので熱々がいただけます。サラダや前菜は好きなものを選んで CA さんが盛り付けてくださいます。嘘みたい。とっても美味しそう。めちゃくちゃ揺れてるので CA さんは大変そうでした。それではいただきます。めちゃくちゃ大揺れです。お豆さんのスープとっても美味しい。サーモンのマリネかな。レモンをかけて、これうまい。そしてメインがやってきました。焼き鳥、見せびらかします。柔らかくて美味しい。この黄色いのはご飯でした。ターキッシュエアラインの機内食レベル高い。今まで全部美味しい。続いてはデザートのワゴンサービスです。お好きなものをお好きなだけ選べます。私はティラミスとカットフルーツをお願いしました。コーヒーはブラックです。いただきます。なんかすごい勢いで落ちましたよね。スマホナイスキャッチ。ティラミスは本当にレストランのような味でした。最後の締めでフルーツをいただきます。爽やかで美味しい。ほどなくしてダウンライトされたので寝床を作りました。ちゃんと敷布団なんかもあります。時差ボケが治らぬうちに次の国へ。時差ボケの上塗りで頑張って寝ようと思います。かといって寝れるわけでもなく、癒しの音楽を聴いてみたり、結局眠れず映画を3本見て過ごしました。今度は朝食の時間です。いちごとバナナのスムージー、とっても美味しかったです。朝食はフルーツサラダとヨーグルト、トマトとチーズに鶏肉の何かです。トルココークほんと全部美味しかったです。パンも美味しい。かわいい。そしてメインが届きました。パンケーキにしました。これはスーパーヘビー級の甘さでした。街が見えてきました。そろそろ到着のようです。トルコイスタンブール空港に到着です。忘れ物に気をつけて、それでは降りましょう。ターキッシュエアラインのビジネスクラスの感想は総合的にすっごい良かったです。シートはすっきりしていて使いやすく、180度のフルフラットシートでゆっくり休めました。何より機内食がとっても美味しかったのと、ワゴンサービスがワクワクして楽しかったです。トルコに初上陸です。ちなみにターキッシュエアラインの Wi-Fi がビジネスクラスだと無料で使えて、 YouTube のコメントの返事なんかをしていました。トルコ空港の印象は
とっても綺麗ですんごい広い。そしてトイレに入ったんですけれども、便座の高さも高い。バッグ掛けも届かないほど高かったです。イミグレーションのカメラの位置も高すぎて私は映らなかったので、職員の人がすごい下に下げてました。無事にイミグレーションを抜けて外に出てきました。ATM でキャッシングをして市内の方へ電車で向かおうと思います。わ、出てきた。こんないっぱい。5000リラを出金しました。全部100リラ札で出てきたので超お金持ちみたいです。5000リラはだいたい27000円ぐらいです。次の動画からイスタンブール旅行編です。お楽しみに。超金持ちだぜ。皆さんこんにちは。軍資金を調達したので、これからイスタンブールの空港から中心地ヨーロッパサイドにある旧市街へ電車で向かいます。なぜ電車で向かうかというと、一番安く行ける方法だからです。イスタンブールの空港は標識がわかりやすいので、迷わず地下鉄に行くことができます。こちらの赤い U の文字がメトロの標識なので目指していきましょう。最初はバスで街中まで行こうと思ったのですが、泊まるバス停がホテルまでちょっと不便そうなので電車にしました。あらかじめ日本で出発前にメルカリでイスタンブールカードを購入済みなのでチャージをしようと思います。とりあえず100リラ440円ぐらいチャージしました。無事にチャージができたので、それでは改札に入りましょう。無事に潜入。自分のホテルがあるチェンベルリタシュの駅まではだいたい1時間半で着く予定です。それでは乗り込みます。意外と空いてました。運よく端の席が座れます。100均の便利グッズでスーツケースをポールに固定します。乗り換えの駅ガイレッテペ駅に着きました。ちょっとスペースマウンテンっぽい宇宙な感じのホームです。ですね、トルコの地下鉄が一切ネットがつながらず、県外で地図アプリも見れず、乗り換えがスムーズにできなくて右往左往しました。迷っていたら優しいおじさんが教えてくれて、なんとか乗り換えができました。電車が来てる。乗り込みましょう。県外なので電車の路線図だけが頼りです。トルコの電車は日本と変わらないですが、椅子はツルツルのプラスチックです。地上に上がってきました。今度は地下鉄からトラムに乗り換えます。喉がカラカラです。生搾りのオレンジジュースを発見したので、初めてのお使いをします。あ、おいしい。あ、猫ちゃんじゃない。猫ちゃんだね。はい。かわいいミケちゃんだね。無事にトラムに乗り換えました。トラムのチェンベルリタシュ駅に到着です。ここから地図アプリでホテルまで向かいます。めちゃくちゃ急な下り坂とデコボコの石畳、スーツケース泣かせのガタガタ道です。
ちなみにここまで来るのに約2時間弱かかりました。迷わなければ1時間半ぐらいで来たと思います。無事にホテルを発見。サンタソフィアホテルスルタンアフメットです。チェックインには少し早いとのことでお茶をして待ちます。ここでまた問題が発生。予約した部屋と全然違う部屋をあてがわれます。またかという感じです。階段で行くのか。じゃあとのことで近くの系列ホテルを案内されました。お兄さんについていきます。いや、系列のホテルの方が断然良かったのでこちらに決めました。アトランティスロイヤルホテルに変更しました。ソファー席があります。冷蔵庫にテレビ、おしゃれ鏡とコーヒーに紅茶、紙コップに電子ケトルです。ゴミ箱と丸椅子、成金趣味な大きいベッド、コンセントにリモコン類、そして妙な柄のクッション。私は潔癖症なので使いません。先ほどのホテルは窓なしの部屋でしたが、こちらは窓があり気に入りました。それではバスルームを見てみましょう。開かねえ開かねえ開かねえ。開きづらいけど開けっぱなしでいいか。清潔なシンクとシャワールーム、トイレも掃除が行き届いています。シャンプーとボディーソープのボトルが置いてあります。シャワーヘッドは可動式、これとっても重要。バスタオルは毎日2枚ありました。さっきのシャワーヘッドも同様なんですけれども、背伸びしても届きません。そして可愛い色のハンドソープ。ドアの調子が悪いので開けっぱなしにします。タンスの中にはハンガーがいっぱいとお宝入れがあります。ペラペラのスリッパもありました。早速探検に出かけます。猫ちゃん発見しました。猫ちゃん、こんにちは。あ、逃げた。猫ちゃん走ってきたね、今ね。まずはホテルの周りをパトロールしようと思います。どこもかしこも石畳の坂道ばかりです。最初のホテルも今のホテルも最寄り駅から歩いて5、6分の位置にあり、大変便利です。トラムの前はお店がぎっしり並んでおり、大変賑やかな通りになっています。街を歩けば猫ちゃんに当たります。猫ちゃん。猫のストーキングをします。あ、気づかれた。トルコの皆さんも猫を大事にしているみたいです。あ、うちなの？日本人。日本人。どこ探してる？モスク？うん。モスクはこっちだよ。こっち？まっすぐ行って右側って入り口ね。モスク。あ、はい、ありがとうございます。悪い人だと思って警戒してましたが、いい人でした。ブルーモスクにやってまいりました。観光客の入り口は違うみたいです。右側に回ります。中に入るのにすごい行列ができていました。
女の人は髪の毛をスカーフで隠さなくては入れません。持っていない時は貸し出しがありますが、潔癖症の私は日本から持参しました。男性も半ズボンでは入れません。ズボンの貸し出しがあります。手前で靴を脱いで、それでは潜入しましょう。スルタン・アフメッドの丘に立つイスラム教のモスク、ブルーモスクにやってまいりました。天井の高さは43メートル。外の光を取り入れるステンドグラスが幻想的な雰囲気を演出しています。金色の文字が描かれているのはコーランの一節だそうです。中央のドームを支える柱は4本、直径は5メートルもあるそうです。照明のランプも美しいです。そろそろ7時なのでご飯を食べようと思います。目的の店が全然見つけられず、どうでもよくなり、ビールがある店に入ります。それでは祝杯。赤いテーブルクロスが食欲を誘います。トルコで一番ポピュラーなビールはエフェス。すごく美味しい。また外で飲むのは格別。猫ちゃんと一杯やります。お店の方のおすすめの一品をお願いしました。ビールは670円ぐらいです。ママか。お料理が届きました。ご飯にポテトにししとうに鶏肉にサラダ。少ないねこれ。それではいただきます。チキンはスパイスが効いた香ばしい味付けです。美味しいです。山盛りのピタパンが届きました。やっぱり睡眠不足って怖いなと思いました。判断力が鈍りますね。いつもの美味しさセンサーの感も鈍ります。せっかくの記念すべきトルコ1食目はちょっと残念でした。お家はここなのかな。食後にトルコの伝統菓子バクラバとチャイがいただけます。これは嬉しい。私はノンシュガーでいただきます。濃い。バクラバとは薄いパイ生地を何層にも重ね、砕いたピスタチオやくるみなどを入れて焼き上げ、最後にシロップをかけた焼き菓子です。美味しいけどスーパー甘い。お会計が570リラ、約2500円です。高いな。プンプンしながらホテルに帰ってきました。8時でこの明るさです。ホテル近くの個人商店でアイスを買って帰りました。大好きなマグナムのアイスです。個人商店の親父がお釣りを投げてよこします。悲しみに打ちひがれる私。トルコは親日と聞いていたのですが、意外とおっかない人が多かったです。予想外でした。旅のストレスでジンマシンが出てきてしまいましたが、明日からは切り替えて楽しみます。皆さんこんにちは。トルコ2日目の朝です。変更前のホテルは朝食付きで予約をしてありましたので、交渉してこちらのホテルでも朝食をつけてもらいました。ただ泊まっているホテルは朝食対応していないので、隣の系列ホテルに食べに行きます。親切にホテルの方が連れて行ってくださいました。ホテルを移動して本当に良かったと思いました。みんなとっても親切です。やった一番乗り。
そしてとっても美味しそう。野菜炒めに春巻きとポテトフライ、オニオンフライにソーセージ、パン類です。ゆで卵にフレンチトースト、スクランブルエッグスープみたいのとソーセージ炒め、トマトと卵炒めにドライフルーツ。そしてこちらはトルコのお菓子とジャム。フレッシュ野菜に、そしてチーズの種類がすごいの。こんなにいっぱい。カットフルーツもあります。8の席を確保。それではいただきます。まずは血糖値のために野菜から。とかなんとか言って揚げ物が大好きなんだよな。ここの朝食すっごい美味しかったです。作っている方もすごいにこやかな方で、料理も優しいお味でした。デザートを取ってきました。トルコ菓子とパウンドケーキ、ドライフルーツとブラウニーに血圧のためにスイカです。ブラウニー美味しい。硬いゼリーみたいなの甘い。パウンドケーキすごい美味しい。くるみゆべし、すごい全部美味しかった。お腹も満たされたので冒険に出発しましょう。今から歩いてグランドバザールに行こうと思います。歩いて行ける距離なのが嬉しい。トウモロコシ屋さんのお兄さんがなぜかジュースをくれました。警戒心ゼロで飲んでしまいました。激うまでした。ゴミ箱を見つけました。ジュースのコップを捨てます。そういえば頭の中が1日ずれていました。機内泊があったのを忘れていました。危ない危ない。ちなみに時差ボケの上塗りでここまで来ています。グランドバザールに到着しました。それでは潜入しましょう。屋根があって中は結構涼しいです。朝9時なのにもかかわらず大変な人出です。とりあえずさらっと流します。キラキラした宝飾屋さんとスカーフ屋さんと話好きの男たち。見た感じ欲しいものはないかな。次に行きましょう。味見でチョコをいただきました。美味しい。こんにちは。これからエジプシャンバザールまで歩いていきます。このエジプシャンバザールまでの裏道が楽しかった。昔ながらの個人商店がいっぱい並んでいました。整った百貨店みたいなのも好きですが、断然面白いのはカオスな感じの商店街です。エジプシャンバザールの門が見えてきました。それでは潜入します。素敵。うわー、とっても素敵です。すごい。天井なんかもすごい凝ってる。エジプシャンバザールもすごいにぎわいです。やっぱり欲しいものはないかな。そして今回悩んだのがトイレ問題。日本のようにトイレがいっぱいあるわけでもなく、無料なわけでもなく、探している時にすぐあるわけではないので、あったら入るようにしていました。エジプシャンバザールの近くにイエニチャーミーというところがあり、立ち寄ってみます。こんなに素敵なのにすごい空いている。しかも無料で入れました。優しい色のタイルの装飾が美しいモスク。天井に吸い込まれそうでした。お決まりでトルコアイスをいただいてみようと思います。ピスタチオのアイスにしました。
あんまりちゃんと映ってなくてごめんなさい。腹立つわ。信じられへん。 250リラ、約日本円で1100円です。高いね。お味はねっとりして美味しかったです。エジプシャンバザールのふもとの商店街にやってまいりました。お店の方がお味見をくださいました。甘い。すごい美味しそうなものを食べてる人を発見。吸い込まれます。アイランというトルコのヨーグルトジュースをいただきます。甘さのない濃厚なヨーグルトジュースです。隣のおじさんが食べていたものを隣のおじさんが私の代わりにオーダーしてくれました。この薄いパン別盛りにしてくれればいいのにな。めくるとこんな感じ。美味しそう。それではいただきます。全然食べ方わかりませんが、隣の人をガン見して真似して食べてみます。おそらく全部の具をこのパンの上に乗っけて丸めて食べる。美味しい。こんな感じ。ピリッと辛いケバブはスパイスが効いて少し固めで歯ごたえもあり、とっても美味しいです。そしてどこで食べているかというと、道端で食べています。少し想像しいですが、人間観察をしながら食べるのは楽しいです。というか逆にジロジロ見られてるけど、すごい美味しかった。ごちそうさまです。それではまた探検をしながらホテルに戻ろうと思います。思ったんですけど、トルコの男の人って本当お茶するの好きだなと思いました。あと何人か集まって何やらいつも楽しそうに話しているのをよく見ました。気になるものを写真を撮りながら帰ります。旧市街と呼ばれているところのエジプシャンバザール、グランドバザール、ブルーモスクなどは歩いて回れることが分かりました。トルコのオレンジジュースが異常に美味しいので休憩をします。ホテルに帰って1時間昼寝をしてしまいました。今から新市街の方へトラムで向かおうと思います。イスタンブールはトラムや地下鉄を使って主な観光スポットなどを自由に自分で回ることができます。ガラタ橋を渡って新市街へ行きます。歩いて渡ることもできます。新市街に着きました。おしゃれなスポットがいっぱいあるそうです。しゃれてる。すごい美味しいと言われているサバサンド屋さんに向かっています。人だかりができているあそこだと思います。そうだ、ここだ。早速並んでみましょう。私サーバー大好きなんです。すごい並んではいますが進みは早いです。中で注文をしてお金を払って席で待ちます。てかサバでかくないですか？注文してすぐ届きました。160リラ、約700円です。それではいただきます。やばい。美味しすぎる。サバは大きくてすっごく柔らかい。味は濃いめですがスパイスが効いていて、ライムやレモンなどの爽やかさも感じます。サバの生臭さは一切感じませんでした。ここの店は100点満点。すごい美味しかった。今から街を一望する新市街のシンボル、ガラタ島に行こうと思います。1
石畳の急な坂道が続きます。ガラタ島へ向かう道は両側にびっしりお店があり、とっても賑やかです。やっと見えてきました。あれがガラタ島です。ガラタ島は高さ67メートルの見張り塔。中に入れるみたいなんですけれども、とっても高いので私は入りません。違う角度から見てみました。こちらの素敵な通りで結婚写真の撮影をしていました。3組ぐらいいました。皆さん美男美女ばっかり。暗くなると危ないのでそろそろ帰ろうと思います。オレンジ色のうさぎ。新市街の方は旧市街より現代風のおしゃれな感じがしました。私は旧市街のカオスの方が好きです。ホテルの近くに帰ってきました。今日もまたお釣りを投げてよこす商店でビールを買って帰ります。今日の反省会と一日の無事に乾杯。トルコのタバコの喫煙率はすごい高いと思いました。物価も観光地なのでやや高いと感じました。そして親切な人とおっかない人が半々ぐらいの割合で当たりました。観光地だからかな。この部屋が地下だからなのか、洗濯物が全然乾かないで困っています。でもね、今日も騙されたりそれにあったりすることもなく一日無事でした。そしてトルコのビールが美味しい。最高。おやすみなさい。皆さんこんにちは。トルコ3日目の朝です。朝食会場に8時ぴったりに入ったらもう食べ終わってる人がいました。出遅れました。ご飯のメニューは昨日とほぼ一緒でした。彩りがほぼ赤と茶色のプレートですが、とっても美味しそうに盛れました。ここのご飯全部美味しい。また朝から食べ過ぎました。食後のデザートはちょっとだけ。美味しかった。それでは冒険に出発します。腹パンじゃなかったらオレンジジュース飲みたかったな。イスタンブールの街は意外と坂道が多いです。最寄りのトラムの駅に着きました。トラムがあることで自力でいろいろなところに行くことができ、本当に便利でした。私のホテル選びは電車を使うことがメインなので、駅が近いということが必須です。ツアーに頼らない気ままな旅が楽しむことができます。そういえば今日も全然眠れなかった。ガラタ橋の船着き場にやってまいりました。これからフェリーに乗ってアジアサイドにあるカドキューに向かおうと思います。フェリー乗り場がいっぱいありすぎて大に分かりづらい。なんとかぶっきらぼうな店員さんに聞いてとりあえず入場します。一人の無責任旅行なので間違っててもいいや。とってもワクワクしてきました。船に乗るのなんか久しぶり。潜入。この階段の上の席の方が眺めがいいらしいので上がりましょう。デッキに出てきました。またその上があるので上がります。
発。デッキの一番上は屋根がないのでさすがに暑いですが、風があるので耐えられる暑さです。強風なので帽子やスカーフを飛ばされないように注意しましょう。島が見えてきました。約20分ぐらいの船旅です。とっても気持ちよかったです。アジアサイドに上陸です。アジアサイドの玄関口にはお花屋さん。こんにちは。海沿いの町にやってきました。大変にぎわっています。スーパーの商品の上でお休み中の猫ちゃんを発見。おおらかでいいな。地元の人々でにぎわうローカルエリア。のんびりした雰囲気がとっても魅力的です。犬が落ちてる。生まれちゃうよ。ここでまた勃発したのがトイレ問題。トイレがありそうなところが全然なくてさまよいます。庶民的な雑貨店も多くて、ヨーロッパサイドのお店より価格も少し安いと感じました。猫の警備員さんがいます。お邪魔しますよ。眼光が鋭いです。全然お腹は空いていませんが、じっと見ていたらお店の方に手招きされたので吸い込まれて入ってしまいました。豊富なメニューがリーズナブルな大衆食堂のロカンタにお邪魔します。指差しで注文ができるのでとっても簡単です。そしてこちらのお店の方がものすごく親切。今までおっかない人が多かったので心に染みます。胃腸が痛かったのでちょっとだけにしました。スープとパスタで75リラ、約330円です。激安。初めてコインでお釣りをもらいました。お店の方みんな親切で嬉しい。外の方が雰囲気が良かったのでお外にしました。山盛りのスープとパスタです。それではいただきます。これものすごく美味しかったんです。トマトベースにポテトが入っている優しい味の野菜スープ、トマトの酸味が美味しいナポリタン、とっても美味しい。私のズタボロの心と時差ボケの不眠症を優しく癒してくれる家庭的な料理。素晴らしいお店でした。またスーパーの入り口には猫の警備員。マスクをパンツ？それでは街歩きを再開します。中心地に入っていくとアンティークショップや古着屋さんなんかもありました。安全防止電話？卵かけどうぞ。すごい睨まれました。猫がいっぱい落ちています。ここのスーパーにも猫の警備員がいます。警備の目は甘そうです。楽勝でした。やっとトイレに入れます。ここのお店まで約2時間歩きました。面白いものがあることを願って歩きましたが、何にもありませんでした。
電車を乗り継いでヨーロッパサイドにあるホテルに帰ります。ホテルの近くのアイスクリーム屋さん、ベナアイスクリームにやってきました。 Google 評価 4.6 の高評価店。大行列ができています。スマホを見せて注文します。お店の方すごい優しかった。ずる込みした悪い人を押し抜けて私の注文を聞いてくれました。来たー、ありがとう。プリンの上にアイスを乗せて75リラ、約330円です。安い。この店の素敵なところは、このモスクの庭みたいなところでいただくことができます。あれプリンじゃなくね？プリンじゃないじゃん。プリンって言ったのに。なんかチョコレートっぽいけど、いただきます。プリンじゃなくてチョコレートでした。美味しいからいいや。激甘でしたが完食です。美味しかった。雰囲気も良くて美味しいのでおすすめです。部屋に帰ってきました。ただいまです。スイカのアイスティーでちょっと休憩をします。めっちゃくちゃ美味しかったけど、スイカの味はしませんでした。これからハマム、トルコの蒸し風呂に行こうと思います。泡マッサージを受けたいと思います。Close. Oh my god. Okay. なんとやっていません。裸の親父が教えてくれました。やっていないとのことで急遽探してもう一軒の方に行こうと思います。猫ちゃんじゃないの？ハマムはこの旅で絶対受けたいと思っていましたので、素敵な水着も持参しています。完全に迷子になりました。ここどこだろう。イスタンブールの道は意外とゴミだらけで汚れています。ありました。発見しました。ハマムです。オープン？クローズ？クローズばっかり。ここにも門番の猫の警備員がいます。張り紙を訳してみます。わかんないけど1ヶ月休みってことかな。残念ですが諦めます。スーパーマーケットをパトロールしましょう。トルコのお菓子は結構ピスタチオ推しでした。こんな可愛いスポンジも。オリーブやいろんな種類のチーズにハム。フルーツジュースはとっても安かったです。パンやドーナツ、バクラバなんかも売っています。今日はこれにてホテルに帰ることにします。お部屋で洗濯をします。洗濯バケツにペーパー洗剤を入れます。そして水を入れていきます。へっぴり腰なのは意外と重いからです。3分の1ぐらいまで水を入れて上をぐるぐるっと巻きます。そしてロック。思う存分シェイクをします。これがなかなかきついんです。やったことはないですが、猫1匹ぐらいの重さを振り回す感じです。背中にも効いてきます。洗えているかは謎です。バックルを外して中の水を流します。底の部分から押し巻きをして脱水をします。気の済むまですすぎ脱水を繰り返します。私はこんなことを毎晩やっていました。でもこの部屋が乾かないのよ。参ったな。今日はスペシャルメニューのまるちゃんのきつね食べちゃおう。
本当はもう胃腸がズタボロなので最終兵器を使います。さっき痛恨のミスを犯しました。命の薬ビオフェルミンを床にばらまいてしまいました。悲しみ。もう20粒ぐらいしか残っていないので、残りの旅は気をつけないといけません。それではいただきます。ああ、私は日本人だなとつくづく思う瞬間でした。これ持ってきてよかった。腹壊してんのにまた買っちゃった。商店の親父、今日もまたお釣りを投げてよこしやがった。このアルミの蓋いいね。潔癖症にはナイススタイル。それでは反省会と今日の無事に乾杯。フェリーがすごい気持ちよかったのと、アジアサイドがローカル感があってのんびりしていて、とってもみんな親切だったので気に入りました。ハンマムはできなくて残念でした。私が変なのかジロジロ見られてストレスがたまりましたが、今日もビールがすごい美味しい。おやすみなさい。皆さんこんにちは。トルコ4日目の朝です。今日も隣のホテルに美味しい朝食を食べに来ました。アイランのヨーグルトジュースを持ち込みです。ちょっとしょっぱくて美味しい。料理は昨日と同じですが美味しかったです。今日もいい天気です。早速出かけましょう。明日は移動日なので実質ガシガシ動ける最終日になります。トルコではまだお土産を買っていなかったので、これからグランドバザールにお土産を探しに行こうと思います。途中脇道に入って寄り道探検をしたりします。ブランド物が売ってますけど本物じゃないですよね。肘掛け3日間トルコを冒険して、私が好きな変な可愛いものにまだ出会えてないです。グランドバザールに着きました。そういえばですね、不思議なんですけれども、ここまで日本人に全然会いませんでした。韓国の方によく会いました。グランドバザール内のお店はブランド品の偽物と宝石屋さん、スポーツのユニフォーム屋さんなどが多い印象です。ランプ屋さんを発見しました。夢の世界みたい。とても綺麗です。すごい。お一つ欲しいですが、私のヘンテコルームには合いませんので見るだけにしておきます。エキゾチックで幻想的なトルコランプ、記念に1個買えばよかったかな。でも電圧が日本と違うのはどうなんだろうか。トルコは 220V、 日本は 100V です。それではまた探検を再開します。迷路のようなバザール内は5000ものお店があるそうです。偽ブランド店の客引きが結構しつこかったです。逃げました。あら、ちょっと素敵な店発見。チャイグラスが絵になります。君すごいかわいいね。こんにちは。一人ぼっちなの。やっと心惹かれるお店を発見しました。トルコ伝統の焼き物のお店です。コースターを買おうと思います。すべての柄をチェックします。ここのお店がいいなと思ったのは、ちゃんと値段が一つ一つ書いてあったからです。カモにされて傷つきたくはないので、金額がわかると安心です。
お店の方も寡黙でとっても丁寧な方でした。小さいお店ですが品揃えは豊富で、私の後もお客さんがひっきりなしでした。お店の名前載せておきます。チャイの配達のお盆がとっても可愛いです。賑やかなバザール内に素敵なカフェなんかもありました。小さい椅子がとっても可愛い。私すごい発見しちゃったんですけど、トルコって男の人の割合多くないですか？動画を編集して感じました。気のせいか。いざこざが勃発していました。陰で見守ります。グランドバザールからエジプシャンバザールに歩いて向かいます。万歳。おもちゃがいっぱい売っている通りです。面白い。エジプシャンバザールの麓の商店街にやってきました。キッチン雑貨やランプ屋さん、カゴ屋さんなどのこまごました雑貨店が所狭しと並んでいます。日本でいう駄菓子屋さんみたいなところかな。それではエジプシャンバザールに潜入します。エジプシャンバザールは香辛料やドライフルーツ、ナッツ、お菓子、ハーブティーなどが揃う食品中心のバザール。伝統工芸を扱うお店もありました。バザールの外のトイレが綺麗なので入ります。受付でお金を払ってコインをもらって入場します。イスラム式トイレに除染、手動式水洗トイレ。あまりにも疲れたので木陰で休憩をします。水を買ったら凍ってました。すごい美味しい。人懐っこい猫ちゃんとしばしの癒しタイム。気づいたら木陰で1時間も休んでました。疲労もピークです。猫ちゃんでパワーチャージ。それでは探検を再開します。海沿いには屋台やレストランなどのたくさんのお店がありました。ガラタ橋です。旧市街と新市街を歩いて渡ることができます。風が気持ちいいレストランもいっぱいありました。日傘を持ってきてほんと良かったです。昼はかなりの灼熱地獄です。お小遣いに余裕があったので素敵な老舗のカフェに潜入します。伝統菓子のお店ハフズ・ムスタファです。お店に入ると手前にバクラバなどのショーケースがたくさん並んでいます。奥に進むとカフェスペースがあります。お店はレトロ感がありとっても好みです。創業は1864年。160年前？それはすごい。期待が高まります。やっぱり老舗のチャイは外せません。バクラバはミックスプレートにしました。ピスタチオとウォールナッツのプレートです。すごい美味しそう。それではいただいてみましょう。お砂糖を入れてよくかき混ぜます。っていうか全然溶けないんだけど。まさか砂糖じゃないじゃん、お菓子じゃん。何
これ変な味になっちゃった。気を取り直してバクラバをいただきます。濃厚なピスタチオがすごい美味しい。変なソースみたいのをつけて食べてみます。美味しい。甘いソースプラス甘い菓子イコール激甘。この白いソースはねっとりして甘い、なんとも言い表しがたいものでした。バクラバはナッツが香ばしく大変美味しかったです。さすが老舗の味です。 This one bigger, classic. This one smaller, classic. Mix. Yes, mix small, same bigger. カフェの隣にはチョコレートが売っているショップがあります。お味見もさせてくださいます。チョコレートをお土産に購入したかったのですが、次の国が熱帯地方で溶けてしまうので泣く泣く諦めます。みんな親切ですごいいい店でした。おこ。そういえばドルネケバブを食べてないことを思い出しました。行きたかった店は閉店していたので適当に入ります。グランドバザールの元のお店です。鶏肉と牛肉のミックスケバブにしました。めちゃめちゃビッグサイズです。それではいただきます。うわ、すっごい重い。美味しい。大きさこんなにでっかいんです。スパイスが効いていて美味しい。さらに辛いソースをかけていただきます。いいな、トルコって猫ちゃんがいっぱいいて。最後はボロボロ落ちて食べにくいので皿に出して食べました。最後に食べれてよかった。食後にバクラバとチャイを出してくださいました。これは嬉しい。激甘。これからホテルに戻って明日のチェックアウトの用意をします。いよいよ明日は移動日です。今日はエフェスのポルトにしました。私も行かなきゃいいのに、最後まで商店の親父お釣り投げてよこしやがった。飲み口の銀紙の蓋、日本にもあればいいのにな。それではトルコ最後の夜に乾杯。今日の反省会。トルコは私の心ときめく雑貨は少なかったです。でもローズコスメが安く充実していて、ドラッグストアでたくさんローズコスメを購入しました。パッキングは終了。明日の昼の便でタイに向かいます。9時近いのにアザーンが鳴り響いています。寝れるかな？おやすみなさい。